どうもミスター VR です。先日メタの最新機種クエスト 3S が正式発表され注目を集めました。しかし実はそれ以上に注目しなければいけない発表内容が他にありました。これはメタも今回のメタコネクトで最も重要視しており、多くの人がワクワクするような内容であるはずです。それがこれまでで最も革新的な AR グラスオリオンの発表です。今回このオリオンについて詳細を見ていくことにしましょう。まずはメタコネクトでのオリオンの発表時のセクションを再度皆さんに見ていただきたいです。これは AI でその発表の様子を日本語音声で吹き替えしたものです。もしこれまで日本語字幕や記事で発表内容を見ている方でもぜひこの吹き替え動画を見ていただきたいです。高性能な AI ツールで感情表現もある程度再現されています。これを聞くことで発表時のザッカーバーグの意気込み具合やオリオンの凄さが伝わってくると思います。そちらを見ていただいた後にオリオンの詳細を解説したいと思います。それでは早速ご覧ください。私たちはほぼ10年の間、完全なホログラフィック AR グラスの開発に取り組んできました。そう、ほぼ10年近くも取り組んできました。そしてそれは今でも私たちが目指している完全なビジョンなのです。そして今日皆さんにお見せしたいものがあります。安全にしてくれてありがとう。さて、始めましょう。これです。これがオリオンです。私たちの初めての完全に機能するプロトタイプであり、世界で最も進んだグラスだと自負しています。約10年前、これらのグラスを作るために世界最高の人材を集め始めました。要件は実際にはかなりシンプルです。しかし、それを実現する技術的な課題は非常に困難です。これらはグラスであってヘッドセット DE はないので、ワイヤレスである必要があります。重さは 100g 未満で、広い事業とホログラフィックディスプレイが必要です。ケーブルをはっきりと捉えるシャプーさも求められます。異なる照明条件で、こう見えるだけの明るさも必要です。シネマスクリーンや複数のモニターを表示できる大きさで、カフェや飛行機、どこにいても仕事ができるようにしなければなりません。そして、そこを透過して見ることができる必要があります。そして、人々もあなたとアイコンタクトができるように透過して見える必要があります。これはパスするではありません。これは無理的な世界にホログラムを兼ね合わせたものです。だから、誰かからメッセージが来たら、それを見ることができて、携帯電話を取り出す代わりに、小さなホログラムが現れて、少しのジェスチャーで、その場を離れることなく変身できるんだ。あるいは、届か慣れてる人と一緒にいたい場合、その人は、ホログラムとして、リビングムニテレポートして、まるでそこにいるかのように感じることができる。手をタップするとか、ドゲムやチェス、ホログラフィックピンポンなど一緒にやりたいことを表示できるんだ。仕事も遊びも何でもできるんだよ。このディスプレイの作り方は、これまで使ったどの画面とも違う。それは実際にはスクリーンではないからだ。完全に新しいディスプレイアーキテクチャなんだ。メガネのバーにある小さなプロジェクターが光をレンズにエッチングされたナノスケールの3次元構造に着射し、光を反射させて目の前の世界にさまざまな審査とサイズのホログラムを配置する。カスタムシリコンとセンサーによって設計され、メガネのバーに収まるバッテリーで駆動する。一体のメガネと、それに複水する小さなパックに信じられないほどの技術を小型化して詰め込むことができるんだ。
さて、どうやってこのメガネとやり取りするのか、いくつか方法があるんだ。音声と AI を使うんだ。手や目のトラッキングも使うから、見るだけで UI 要素を選択できるんだ。でも、もう一つとても面白いやり方があるんだ。ニューロインターフェースだ。音声は素晴らしいけど、講習の場でコンピューターにやりたいことを声に出したくない時もある。手のトラッキングはさまざまなインターフェースを操作するのに良いけど、通りを歩き回りながらこんな風にするわけにはいかないよね。だからデバイスが必要なんだ。それにより脳からデバイスに信号を送ることができるのです。ですから、これは全画面高次元ホログラフィック AR メガネだけでなく、私たちの手部に装着する神経インターフェースによって動かされる最初のデバイスでもあります。これを示してもらった人々にとって非常に感情的な体験でした。みんな興奮してメガネを外したくないと言います。多くの人がこれまで見た中で最も驚くべき技術だと言っていました。それがあまりにも興奮するので、このキーノートに人々の最初の反応を集めたモンタージュを追加したかったのです。それをちょっと見てみませんか。それなんだよな。この終了の変化は本当に画期的です。解析です。そう、これは大変なことです。すでにこの側面が非常にスリムでケーブルもありません。自由を感じます。あいつはタスを持ってる。これが 3D だね。ウィンクできる？ありえない。きついね。私の中のマルチタスク好きにはたまらない。質のことを同時にできるなんてすごい。頭の追記がいいね。明るさも良いし、色のコントラストも良い。授業も優れている。すごくクリアに見える。反応がめっちゃいい。これがあればピアノとかめっちゃすごいよ。これは本当にすごい。自分の役マイルをフィグるような広さだ。めっちゃ怖い。それはキュッタンだ。そう、誰がこんなに素晴らしいサウンドデザインをやってくれたんだ。そして彼女の声はとてもクリアだ。これがテレビになった時、あれはラジオになった。次に来るのはこれだ。これは最高だ。クールだ。このゲームはとても楽しい。サンダーバータで遊んでるよ。今とても集中してるね。スーパーハイローのように感じる。新しい感覚、新次元のようだ。これは新しい世界になるかもしれない。さて、オリオンによって私たちはリアリティラボの夢に近づいている。次の主要なコンピューティングプラットフォームを創造し、まるで他の人と一緒にいるような深い存在感を提供する。これが私たちの目指すところだ。では、今日のところはどうだろう？オライオンでこのプログラムで設定した目標のほとんどを達成した。正直に言うと、チムが最初に思っていたよりも多くの目標を達成した。しかし、まだいくつかやるべきことが残っている。私たちはこの製品を消費者向けに出荷する前にもっと努力を続けたいと思います。ディスプレイシステムをさらに賢明にするために調整を続けます。デザインをもっと小さくておしゃれにするための作業も続けます。そして製造コストをもっと手荒にするための作業も継続する必要があります。でもそれら全ての目標に向かって進んでいるので、オリオンを開発キットとして利用するつもりです。主に社内で必要なソフトウェアを開発するために使いますが、いくつかの外部ピートナとも協力して多様なコンテンツを確保するように取り組みます。そしてソフトウェアと体験を本当に最適化できるようにします。そうすることでこのハードウェアの次のベージョンができた時には、主の消費者向けフル機能のホログラフィック AR グラスとして準備が整うのです。
でも今のところオリオンをタイムマシンのように捉えるのが正しいと思いますね。これらのグラスは存在していて素晴らしいものであり、将来がとても楽しみになる一端を現眼見ることができると思います。ザッカーバーグの発表はとても熱のこもったものでしたね。メタは10年もの間ホログラフィックの AR グラスの開発を続け、ついにオリオンが登場しました。 100g 未満の軽量設計、高視野角のホログラフィックディスプレイ、そして手首の神経インターフェースでの操作。ザッカーバーグは世界が今まで見たことのない最も先進的なグラスと自信を見せています。 NVIDIA の CEO ジェンスンファンこと革ジャンも驚きを見せていました。オリオンについてこの発表以外にも公式の記事や体験記事などが出ています。ここからはそれらを詳しくまとめてみました。オリオンの最も注目すべき特徴はその広い視野角です。約70度という広範囲の視野角を持っており、これはこれまでの AR グラスの中で最も広いものです。ここで少し他の AR グラスと比較してみましょう。例えばレイネオ X2 という製品は25度、XREAL Air は52度の視野角しかありません。マジックリープ2は70度の視野角を持っていますが、これはゴーグル型で重さも 260g あります。それに対してオリオンはメガネ型でありながら70度の視野角を実現して、しかも重さは 98g です。ではどうやってこれを実現したのでしょうか。メタは従来のガラスではなく炭化ケイ素という新しい素材でレンズを作りました。この素材は非常に軽くて光をきれいに通し、明光が発生せず高い屈折率を持っています。さらにレンズの中には複雑なナノスケールの 3D 構造が作られています。これによって光を自在に曲げたり広げたりと自然界では起こり得ない光の屈折をとても小さな電力で実現しています。つまりメタはこの魔法のレンズを作り出しました。オリオンの技術革新はレンズだけではありません。プロジェクターにはマイクロ LED という最新のディスプレイ技術が使用されています。このマイクロ LED は非常に小さくて電力効率に優れています。これによりコンパクトな設計を実現しながら鮮明な映像を提供することができます。フレームの素材にも特徴があります。F1 のレーシングカーや宇宙船に使われているマグネシウムが採用されており、軽量でありながら硬く効率的に熱を逃すことができます。またフレームの縁には7つの極小カメラとセンサーが埋め込まれています。ただし高い演算能力を持ちつつ低電力消費と効果的な放熱を実現する必要があります。 VR ヘッドセットのように単純にファンを搭載するわけにはいきません。そこで冷却用素材に NASA が宇宙で衛星を冷却するために使用するものと類似した素材が使われているようです。このようにオリオンには多くの革新的な技術が詰め込まれていることがわかります。新しいデバイスが登場するたびにデバイスの操作方法も大きく変わってきます。マウスの発明でパソコンの使い方が変わり、タッチスクリーンでスマートフォンが一気に普及しました。そして今オリオンは全く新しい操作方法を提案しています。メタは AR グラスの操作には特別な条件が必要だと考えました。速くて便利で確実に動作し、しかも周りの人に違和感を与えない、そんな理想的な操作方法を目指して長年にわたって研究を重ねてきたそうです。その研究成果が EMG リストバンドです。このリストバンドは高性能の繊維と小さなセンサーで作られています。腕の筋肉がほんの少し動くだけで発生する微弱な電気信号をこのリストバンドが感知します。わずか 1mm の指の動きさえも検知できるほど高精度だそうです。将来的には指を動かそうとする意図さえ感知できるようになるかもしれないようです。リストバンドの中には小さなコンピューターが入っていて、感知した信号を瞬時に解析します。その結果をワイヤレスで AR グラスに送信することで操作が実現するというわけです。また使えば使うほどシステムが学習し、使う人に合った小さな動きも正確に理解できるようになるようです。ビジョンプロは似たような操作でしたが、操作する人の口径が滑稽だと言われていました。実際使ってみる側も手を空中で動かすのは恥ずかしさがあります。オリオンは現実世界で人とコミュニケーションを取りながら同時にデジタルの世界を楽しむというこれまで求めていた体験を提供してくれそうです。メタは真の AR グラスはワイヤレスで小型でなければいけないと考えているようです。
メタはオリオン用に専用のワイヤレスコンピュートパックを開発しました。このコンピュートパックによってグラス本体の処理負荷を軽減し、バッテリー寿命を伸ばし、さらにグラス本体の大きさや形状を最適化することができました。一方、コンピュートパック自体もコンパクトでスタイリッシュなデザインになっており、バッグやポケットに入れて携帯するだけで使用できます。さらに完全なワイヤレスなため、グラス本体とコンピュートパックの接続にケーブルは不要です。ケーブルで本体と接続されているビジョンプロとは大違いですね。オリオンはメタ AI との視覚的なインタラクション、AR ゲーム、ハンズフリービデオ通話、そして仮想スクリーンの表示など多彩な機能があります。メタ AI では目の前の料理の材料を認識し、そのレシピを提案してくれたり、遠く離れた家族や同じソファーに座っている家族と一緒に AR ゲームを楽しむこともできます。そして最大3画面の仮想ディスプレイでマルチタスクを行うことも可能です。これによりノートパソコンを持ち歩くことなく作業をこなすことができます。メタコネクトの一部の参加者にオリオンのデモが行われたようです。特に70度の広い視野角が注目を集めたようですが、デモのレビューではいくつかの課題が出ています。まずオリオンの PPD は13で、これは2016年の初代オキュラスリフトとほぼ同じレベルです。またシースルー型の AR グラス全般に言えることですが、完全な黒の表現が難しいという課題もあるようです。一方で多くの参加者がオリオンの操作性と快適さに感銘を受けたようです。特に EMG リストバンドを使用した直感的な操作方法は高い評価を得ています。また軽量で快適な装着感も長時間の使用を可能にする重要な要素として注目されています。オリオンの最大の特徴の一つは光学シースルー型であることです。現在のクエスト3やビジョンプロなどの MR デバイスはビデオシースルー型です。ビデオシースルーはヘッドセットに取り付けられたカメラが外側の映像をキャプチャーし、その映像に仮想オブジェクトを重ね合わせたものをディスプレイに表示します。つまりユーザーはカメラを通して現実世界を見ている状態です。一方でオリオンのような光学シースルー型は物理的な透過型ディスプレイを使用します。これによりユーザーは直接現実世界を見ながらその上に重ねられた仮想オブジェクトを見ることができます。メタの最高技術責任者であるアンドリュー・ボズワース氏は、この違いが社会的重要性に大きな影響を与えると指摘しています。彼の見解によれば、クエスト3のパススルー技術は非常に優れているものの、周囲の人々や環境とつながりを感じるのは難しいとのことです。オリオンはこの課題を解決し、より自然な形で AR を日常生活に統合することを目指しています。しかしオリオンにも課題があります。最大の問題は現状ではコストが非常に高いことです。アンドリュー・ボズワス氏によると、プロトタイプのコストの 90% がディスプレイにかかっているそうです。消費者向け製品として市場に出すためにはコストを大幅に削減する必要があります。メタはすでに解決策を探っていますが、現状のように広い視野角を維持することが難しくなる可能性があります。オリオンのプロトタイプは1台あたり約1万ドル、日本円で約140万円のコストがかかるとされており、生産数は限られ、全体で1000台程度を生産する予定だとのことです。これは明らかに一般消費者向けの価格や生産規模ではありません。一方でこのコストに関して元オキュラス創業者のパルマラッキ氏はツイッターでこのように言っています。オリオンのプロトタイプが1万ドルするとぼやいている人たちはクレセントベイの価格を知ったらとても驚くでしょう。ヒントを言えばそれは数倍高価でした。そこから599ドルの消費者向け製品になるまでにたった1年ほどしかかかりませんでした。クレセントベイとはオキュラスリフトの開発者キットと最初の消費者版の間に位置するプロトタイプです。オリオンの場合も同様の展開が実現するかどうかは分かりませんが、高価格のプロトタイプから手軽な価格の消費者向け製品への急速な移行が可能であることを示唆しています。ただしオリオンの主な特徴である70度の視野角は消費者向け製品版では実現できない可能性が高いです。高価な単価ケイ素の代わりにガラスレンズを使用する予定であり、その結果視野角は約50度に縮小される可能性があるようです。またマイクロ LED の高解像度での製造も課題です。 SF 映画のような魔法の AR グラスを製品化するのは2030年代までは難しいかもしれないという意見もあります。
オリオンが登場すると VR や AR は将来的にどうなっていくでしょうか。メタの公式見解ではこのように考えているようです。長年にわたり私たちは誤った選択に向き合ってきました。それは大きめの形状であるが没入感あふれる体験を提供できる仮想現実や複合現実ヘッドセットを選ぶのか、もしくは大きなディスプレイや十分な計算能力がないために優れたグラフィックや体験が限られるが軽量で一日中着用できるスマートグラスを選ぶのかという選択です。しかし我々は妥協せずに両方を実現したいと考えています。メタは VR や MR のヘッドセットで提供している素晴らしい空間的な体験を軽量でスタイリッシュなメガネ型で実現するため、必要なテクノロジーを小型化することに長年取り組んできました。つまりメタは VR と AR の利点を一つのメガネ型デバイスに統合しようとしています。しかしこの見解には異なる意見もあります。メタの最高科学責任者マイケル・アブラッシュ氏は AR グラスと VR ヘッドセットは長期間にわたって両方とも重要であり続けると考えています。アブラッシュ氏の見解ではこれらは別々の製品ラインとして発展し異なる用途や環境で使用されるとのことです。つまり AR グラスを将来的なスマートフォン VR ヘッドセットをパーソナルコンピューターと位置づけているようです。スマホが PC を置き換えなかったように AR グラスも VR ヘッドセットを完全に代替することはないと予想しています。このように AR と VR 技術の未来については様々な意見があり、まだはっきりとした答えは出ていません。ただメタは2027年に 110g 未満の MR ヘッドセットを出荷する計画があると報じられています。オリオンが登場するまでにクエストやビジョンプロのビデオシースルー型デバイスは急速に進化するはずです。透明な光学系に匹敵するパススルー品質と超高解像度を実現する可能性もあります。私個人の意見としてはヘッドセット型のデバイスも今後残っていくと思います。完全没入型で高解像度の体験を求めるユーザーは多いと思います。スマホとテレビゲーム機と同じように AR グラスと MR ヘッドセットは使い分けになるかもしれません。ただスマホでもある程度のゲームができるように将来的にはメガネ型デバイスでも VR や MR ゲームをある程度楽しめるようになるかもしれません。ここまででオリオンについて見てきました。オリオンはメタが今まで開発してきた中で最も画期的な試作品です。まだ販売されることはありませんが、かといって単なる実験用の製品でもありません。オリオンは近い将来使うことになる AR グラスの設計図だと考えるといいかもしれません。ザッカーバーグはオリオンをタイムマシンとして見てほしいと言っています。確かにオリオンの登場で AR や VR の未来がどんなものになるのかなんとなく見えてきたような気がしませんか。 VR と AR の未来はとても明るいですね。ワクワクしてきます。これからも共に未来を見ていきましょう。今回の内容を参考になったと思う方はチャンネル登録よろしくお願いします。また次回の動画で。Quest 3S 混合現実が高品質で価格は$299。先進的な AI アシスタントがさらに煙くなりました。山3編にベストなオープンソスのマルチもダルモデルとデバイス上で動作する最良のモデルを含んでいます。レイバンメタ AI グラス多くの素晴らしい AI アップデートと新しいスタイルを搭載しています。世界でのも先進的なメガネです。忙しいって言ったでしょ。これらすべてが一緒になって人間のつながりの未来と次世代のコンピューティングプラットフォームを作ると思います。技術の時代において未来の子を巡るアイデアの競争があります。メタではよりオープンでよりアクセスしやすくより自然で人間のつながりを忠実した未来を助こうとしています。これはメタの最初の20年間で構築してきたアプリや技術に込められた価値観とアイデアの継続です。これをうまくやればメタと今日ここにいる皆さんが一緒になって
業界と世界の両方をこれまで以上にポジティブで大きな形で次世代のコンピューティングに変える力を持っています。今は本当にものづくりに最適な時期です。そして最後にこのトゥレに参加してくれてありがとうと言いたいです。コネクトを楽しんでください。